はい、では和尚さん、本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日のテーマがですね、正しい初詣とはっていうテーマで行かせてもらいます。今回今12月ということで、年末の話とかもたくさんさせてもらったんですけども、この新年の最初の行事としては、初詣っていうのが、改めてこうあるなというところで、ただ初詣ってなんか恒例になりすぎて、なんかもう僕自身もこうなんとなく行ってるだけになってるような気もしまして、改めてこう初詣のこう意図とか理由みたいなものもこう認識していくのも大切だなと思ったんです。和尚さんの視点でこう初詣っていうのはこうどういったこう思いを持って参拝するのがいいと思われますか？明けましておめでとうございますっていう言葉通りなんですけども、新年にあたって明けましてっていうことは明けるっていうことなんですよね。ということはマインドをオープンにしてくださいよと。心を開いて祈る気持ちがあってこそおめでとうっていうのは芽が出るっていうことです。で、新しい自分の中にあるその気持ちとか思いとかそういったものを神々もしくはね神社この辺やと伊勢神宮とかそういったところに行って手を合わせる、神に誓うっていうか、要はそれで明けましておめでとう芽が出ますよっていう漢字に書くとそういう感じになります。なので祈りを捧げてくださいっていうことなんですよ。でこれはどういうことかっつったら頼むことではないんですよ。神さん宝くじが当たりますようにっていう祈り、それを祈りとは言わないです。要は私の病気が治りますようにとか家内が安全でありますようにっていうことなんですけども、それは神様に頼んでるだけですよね。こうやってくださいと、こういうふうにしてくださいと。でもね、私たちのそのご祈祷は加持祈祷とも言いますけども、加える力に持つ力って書いてお加持するっていう、これをご祈祷祈りとも言うんですけども、じゃあ本当のお祈りっていうのはやっぱ神々は常に皆さん方を作ってくださる。仏様もそうですね。常に慈悲の力で皆さん方をお救いしようっていうエネルギーを常に放ってくれてるし、ありとあらゆる知恵とか知識を持って皆さん方を救おうというエネルギーやお気持ちっていうのは常に放っていらっしゃるわけなんですよ。ところがそれを持つ方の力が大切で、自分も変わろうという行動を起こさなければそれは成立しないと思うんですよ。例えば経営者の方がいらっしゃってスタッフを育てたいと。でそのスタッフが社長僕のこと変えてください。どうでしょうか。変わる気もないのに変えてくださいって言われたって変えようがないじゃないですか。教える気は満々ですよ。ところが聞く耳がなかったりとか、ね、その教えてもらったことを行動する勇気がなかったりとか、それに対してリアクションがなかったりすると教えてても一方通行になりません？それではやっぱり祈りというのは通じないわけなんですよ。神様にお祈りするんですよ。仏様にお祈りするんですよ。ご先祖さんにすがるんですよ。特に初詣っていうのは、神社やお寺にお参りして祈るわけなんですけども、私どものお寺でも正月三が日ごま祈祷っていうのになりますけども、じゃあその三が日っていうのは3日間っていうのは本当に大切な1年のスタートなんですよ。3っていうのは3っていうのは節目の数字で、三日殿下とか三日坊主とかっていう言葉があったりで、それは何でかって言ったら心と体と魂を一つにする、心技体とも言いますけども、身と口と心を整えるっていう作業なんですね。でそれを3日間で行っていくのがほんまの宮参りとか手を合わせる初詣って言われてる。でそれは頼むだけじゃダメなんです。こういうことを実現させたいから私も変わろうと、変わる意思をお伝えしてこのように、変わっていくために知恵をお貸しくださいっていうのが一つの制約みたいなもんじゃないでしょうかね。だから契約を交わすっていうか、ね、もし、私の例えば会社の社長をやってまして、そのところにスタッフがやってきましたと。で私こんだけ稼ぎたいから社長ねこういうことを指導してくださいと。私頑張ってやりますよってなったらどうでしょうか。教えたいと思うじゃないですか。やっぱそういうこのやり取りのその誓いだと思いますし、その契約を交わすようなイメージで、
お願いする、手を合わせるのがお祈りなんじゃないかな。だから初詣っていうのはそういう新年のスタートとして、明けましておめでとうなので、心を開いて自分のやりたいことや、自分のやりたかったことを芽を出せるようにお願いすることと、自分もちゃんと変わりますよっていう祈りを捧げる時なんじゃないかなと思っております。そう考えるといい一年になりますようにっていうよりはいい一年にしますっていう。そうですね、私はこういうことをやりたいので、ね、神様、仏様、ご先祖さんとどうか私に知恵と知識と縁を与えていただけますようにと。私もこういうところが足りなかったからどうかね頑張りたいと思いますとか、いいご縁を授けてくださいとかって言ったら、その縁を見つけられる知恵や知識をまた授かるんじゃないでしょうかね。はい、そういった強い気持ちというか、そういう気持ちを持って祈るっていう、お願いではなくて祈るっていう感じそう、祈りです。なんですね。そうすると見えたもの、目に留まった本、ね、目についたお花であったり草花であったり、もしくはそういう意識を持ってると、いや友達が言ってくれた一言であったり先輩がくれたアドバイスであったりっていうのは全て気がつくワードとかものの見解性に変わっていくんじゃないでしょうか。ところが神さんに任しただけ、仏様に任しただけの人って、お任せしたんでって、いくら友達がいいアドバイスくれてようが、いい書籍に出会おうが、綺麗な花見て感動しようがスルーしてしまうんじゃないか。でもそういった一つ一つのチャンスっていうのを逃してしまう可能性があるんですよ。だから祈りっていうのは頼み事ではないんだよと。やっぱ加えてくれる力があるならば、しっかりと自分が保てるような意識を持たないといけない。そういったのを改めて手を合わせることが、宮参り初詣っていうことになるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。そう考えると、その次の1月19日の開運新年会では、みんなで祈る、おっしゃったね、この家事祈祷していただいて祈る時間があるんですけども、その前にこういった話もお話しいただきながら、そうですね、その状態でみんなで祈るっていうのだとすごいエネルギーになりそうな気がしますね。まず祈り方からお教えしますので、はい、ぜひ皆さんお越しになっていただきたいと思います。はい、では本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。もしかしたらこうなってしまうんじゃないだろうかとか、もしかしたらダメかもしれないとかって人が人を大切にしていく思いが世の中を変えていけるんじゃないかなって思ってます。